皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の3日、木曜日ですね。時間が今日はちょっと遅れまして、日本時間の夜の9時49分ということで、約50分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、我々は経済は国民経済一つしかないと思い込まされているが、実は国民経済を破壊するもう一つの巨大な経済が隠されているという、今日はナンバー1ということなんですね。巨大な経済が隠されていると。しかも国民経済を破壊しているという非常に重要なテーマだと思うんですね。ということで今日木曜日の放送を始めたいと思います。いつものように一元放送でツイキャステレビの媒体を使って正面からですね、映像と音声問題なく今日も配信されているということですね。ということで今日の最初のコラムはいつものように最新のお知らせということで、昨日はお休みだったんで、火曜日ですね、一昨日の火曜日のメインテーマ、安倍晋三と自公政権がこの7年間に犯した重大な国家権力犯罪はなぜ裁かれないのかというテーマだったんですけど、それの YouTube 向けの表紙をこのように作ってくれました。国家権力犯罪なぜ裁かれないのかと。で、安倍晋三と自公政権16もあるという1から16挙げたんですね。これは主な権力犯罪ですから、国家権力犯罪ですから、小さいものを含めればおそらく100ぐらいなんじゃないかと思うんですね。これほどの極悪政権がなぜ裁かれないで7年間も日本の政治を独裁的に、独占しているのかと。これ世界の七不思議の一つだと思うんですね。ということで、これは結構視聴者が増えてるんですね。現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスで417名様から YouTube がですね2925名ということで、合計すると3342と、この2925の中にネトウヨも当然入ってるんですね。あるいはCIA とか警視庁公安とか自民党、あるいは電通等々でモニターでですね、ありとあらゆる、政権批判的なサイトを24時間監視している部隊もこの中に入ってるんですね。でもそれを除くいわゆる私がぜひ知ってもらいたいというふうに思っている人たちが着実に増えているということが現実だと思いますね。ということです。砂月さん、おそらく関電以外の電力会社、これはあれですね、賄賂を受け取ってたということでしょうね。だから当然ながら、全部で、日本全国54基の原発、この狭い国土にですね、54基の原発を林立させたという歴代自民党政権と、それから各電力会社ですね。そして地元、今回は福井県の高浜市の元助役っていうんですかね、10年ぐらい助役をやってたいわゆる黒幕が関電関電と、関電の原発建設誘致を誘導して、そして裏金をもらって、
建築会社、それと警備会社の株主とか顧問になって、そこからリベートをもらって、そのリベートの一部を関電の幹部20名に還元してたという構造が初めて明らかになったんですね。ですから同じようなことを54期、立地の数からすればおそらく20箇所から30の間だと思うんですけど、ほぼ全部やってるんですよね。その一部が今回暴露されたということで、自民党関係者は、あるいは政府、安倍自公政権というのは、これは高浜市だけの問題だと、他の原発誘致した自治体は一切関係ないんだというふうに隠蔽してるわけですけど、同じようなことを全国でやってると、莫大な裏金が流れてると、当然ながら国会議員、自民党の国会議員にも流れてると、こういうことでしょう。ちょうどあれですよね、福井県ですから、稲田、今全国を憲法改正という名の憲法破壊の講演会で、全国を回っている稲田を直撃してるんですね、今回のスキャンダルは。ということです。そして今日の画像ですね。今日の画像は3枚なんですね。最初の1枚はこれひどいですね。香港のデモ、もう完全に射殺ですよ。左胸を、これは東京新聞の記事に載ってた写真ですけど、この警官が左胸を狙って射殺ですよね。これね、17歳の高校2年生に向かってですね、拳銃を発射したと。2発発射したんですね。で、幸いにも心臓から3センチずれてたということで、彼は若いから体力もあるということで、生還したと。殺されなかったんですね。でももう完全にこれは射殺ですよ。完全に殺すということで、心臓をめがけてるんですね、これね。ここまで来てるんですね。おそらくこれは田中龍作さんが言ってるように、香港警察のプロパーではなくて人民解放軍でしょう。ここまでやるのは異常ですよね。から2つ目の今日の画像、これはそうか、2つ目の画像、あれだ、かなり追い詰められたトランプがですね、たまたまフィンランドの大統領との会談をやってる席で、大統領を差し置いて、20分もですね、トランプが激高したと。要するに自分をウクライナ問題で、ウクライナの大統領にですね、来年10月に迫った大統領選挙で、バイデン元副大統領が、自分の競争相手になるという前提で、バイデンとその息子がウクライナの国有ガス会社の重役をやってたと、息子がですね。そして、ウクライナの当時の検察総局検事長がそのスキャンダルを暴こうとしているということに対して、もみ消しに入ったというスキャンダルの情報を提供してくれということを頼んだというのが暴露されて、ウクライナゲートということで彼が
今まで、いろんなスキャンダルがあったんですけど、どうにかもみ消してきたんですが、今回のウクライナゲートっていうのはもみ消しが到底できないということで、世論調査でも、大統領を弾劾すべきだという、支持者がですね48%、弾劾すべきじゃないが41%ということで、世論が逆転してきたということで、彼は相当焦ってるんですね。ですから本来だったらわざわざフィンランドから大統領が来たということで、大統領との会談の席でですね、記者に対して、大統領を差し置いてもう20分もこれはクーデターだ等々の激高した一方的なまくし立てたということが暴露されたんですね。フィンランドのこのニーニスト大統領はもう目をパチクリして驚いたという、それはそうですよね。せっかくアメリカまで来て大統領同士で、首脳会談をするという席で、相手を無視してですね、一方的に、激高して、民主党の大統領弾劾調査を一方的に非難したという場面、が暴露されたんですね。相当焦ってるんですね、彼はね。その証拠でしょうね。ちょっとその写真っていうのは印刷するのを忘れてまして、明日でもちょっと出しますけど、で3つ目が来年の大統領選挙で、サンダーズさん78歳なんですね。一番の高齢なんです。彼がなんか心臓閉塞の病気で一旦大統領選に向けた政治家講演活動は中止するという発表を受けて、この2人がバイデンとそれからウォーレンという上院議員ですね。彼女は大学の法学部の教授だった人で、彼女がおそらくバイデンがこのいわゆるウクライナゲートの中で、バイデン親子も傷を受けるだろうということで、おそらく彼女がですね民主党の大統領候補になるんじゃないかと。ウォーレンさん、エリザベス・ウォーレンという人なんですね。という今のところの予想で、当然ですよね。もうバイデンも76歳と。それから結局民主党の主流派なんですね。オバマ大統領の時の副大統領をやったということで、たとえバイデンがトランプに勝利して大統領になったとしても、彼はオバマ流の政治しかできないという従来の二大政党の中の民主党政権で、オバマあるいはクリントン等々の主流派の政治しかできないだろうと。で一方このウォーレン女子が大統領になればですね、いわゆるリベラル派左派サンダーズの唱えた社会主義、社民的な政策をも取り込むということが期待されるということなんですね。というのが今のところです。土山純一さんですね。お茶バクテンとコンティニコイ2枚ですね。いつもありがとうございます。それから砂月さん、森山英二長浜市助役、これか M って言うんですよ。去年死亡、同じ名前の俳優さんもいるので、誤爆に注意という。そうなんだ。森山という、
地元ではなんか天皇と言われてるんだ。だから日本中に天皇、小天皇がもう至る所にあるんですよね。いるんですよね。だから日本っていうのはまさに天皇制なんですよ。小天皇が跋扈しているという。だからその小天皇の前では誰も批判できないと。独裁的な暴力的なことを言っても、パワハラをやってもみんなが正面切って批判できないという、まさに天皇制ですよね。から翔さん、コンティニューコインですね。から砂月さん、これは先ほどのあれですね、おそらく関連以外と。から砂月さんが初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐恋があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますという。いつもありがとうございます。から初耳さんですね、いつもたくさんのコンティニューコイン12345 6枚ですね、プラス今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。それから石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたということですね。それから砂月さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それから石森さんがコンティニューコイン配信ありがとうございますと。それから今日の放送の前ですね、砂月さん、山本太郎氏は消費税増税問題の核心をついていると政府の代弁者になり下がった池上氏は山本氏に論破され晩節をしたと。なんかとんでもないこと言ってるみたいですね、彼は。なんか 35% ぐらいまで消費税上げないと国の借金が膨大すぎて、日本は破綻するというようなことを言って、それに対して山本太郎に完全論破されたということで、まさに晩節を汚したっていう、ちょっと彼の立ち位置っていうのが今までよく分かんなかったんですけど、もう完全に政府の代弁者でしかなかったっていうことですよね。から砂月に 30% 消費大増税とデタラメ天国と。本沢二郎さん、日本の風景3454ということですね。それから砂月さん、サウジアラビア国内のフーシー派による破壊的攻撃でサウジアラビア産旅団壊滅という、これはすごいみたいですね。マスコミに載らない海外記事と、2000名ぐらいが200名が殺されて2000名が捕虜になったという情報もありますね。からアスベスト被害は終わってないと。首都圏建設アスベスト訴訟、東京2陣が決心ということですか。砂月さん、武田良太郎防災担当失格と。本沢次郎さん、ジョン・ボルトン解任は朝鮮民主主義人民共和国に対するアメリカ政策に影響を与えるだろうかと。マスコミに載らない海外記事と。もう与えるでしょうね。ということです。今まで、読んだところをアップしますね。火曜日のメインテーマの表紙ですね。それと現時点の視聴者数3342と、おそらく5000ぐらいまでいくんじゃないですかね。から今日の画像、香港でも射殺、心臓めがけて2発撃ったって言うんですよね。デモ隊に襲われたから防御的に発射したと。防御だったら人の心臓めがけて撃つかって言うんですよね。からフィンランドの大統領会談の際にトランプは
大統領を差し置いてまくし立てたと。民主党の弾劾調査、よっぽど焦っているということでしょうね。おそらくこれが致命的になるんでしょうね。そして新たに、オーストラリアの首相に対しても別件で、要請したということなんですね。だからみんなバレバレなんですね、最近はね。内部にやはりトランプの、独裁に対して、反対する人がリークしてるんですよね。即リークされるんですよね。それから来年10月のアメリカ大統領選挙で、民主党の候補者サンダースがおそらく脱落ですから、高齢で無理なんですね。からバイデンも高齢76歳プラス今回のウクライナゲートで、トランプも大打撃を受けるけどバイデンも打撃を受けるだろうと言われてますよね。ということで、ウォーレン女氏が大統領候補の最有力に浮上するという予想ですよね。で次に今日の注目情報、これは長州新聞の令和新選組を支える人々の願いということで、北海道ツアーの同行取材をしてということで、これは同行取材をした記者が記事をまとめてるんですね。で9月18日から最初の訪問地である北海道に入り、利尻島、稚内、網走、釧路、根室、札幌、旭川、帯広の各地を回ったと。すごいですね。これぜひ、お読みください。長州新聞なかなか優秀な記者が育ってるっていうね。これが週刊金曜日との決定的な差ですよね。記者がほとんど育たないと、あるいはおそらく社内で潰されてきたんだと思うんですね。だから問題意識っていうか問題提起はそれなりにいいんですけど、今回も私久しぶりに買ったんですけど、いわゆる福島第一原発大事故の責任追及のための東電旧経営陣、勝俣以下旧経営陣3人に対する無罪判決が出たということで、それに対する全面批判のタイトルがあって、これは面白そうだなと買ったんですけど、結局外部の人に記事を頼んだんで、編集部が提起した問題提起に正面から答えてないんですよね。毎回そうなんですよね。だから少なくとも自分たちが問題提起したテーマに対して自分たちで、記事を書いて方向性をつけて、それプラス外部の指揮者とか弁護士とかジャーナリスト等々の記事を、サブとしてつけるというのが、まともなメディアの在り方だと思うんですけど、違うんですね。25年かけても結局そのスタイルは変わらないということで、私はもう鉄鋼読やめたんですけど、前から散々言ってたんですね。自分たちで記事書かないとダメよということなんですけど、結局長州新聞との差っていうのはここなんですよね。あるいはリテラとの差。リテラも3、4年前、開始した当初っていうのは外部の
人たちの記事が中心だったんですけど、今はほとんどの記事を編集部、元の噂の真相の副編集長が移ってきたんですね。だからすごいですよ。問題の提起の鋭いところと、それからそれに、それを追求する綿密な記事内容、これ毎日1本出てきますんで、大したもんだと思うんですね。何の話してますかね。週刊金曜日か、まあどうでもいいんですけどね。何でしたっけ。今日の注目情報ですね。長州新聞ですね。そしてで最後にこの岡本さんという人かな、肌身を通じて人々の苦しみをつかみエネルギーに変え相互に支え合う関係を切り結んでいくことで令和新選組が全国的な社会現象を作り出していることを目の当たりにした同行取材だったと。有権者を無視した暴走政治が続けば続くほど令和旋風は日本中に広がっていくことに間違いないということ。岡本さんのこの記事の最後にそういう総括してますね。まさにそうですよね。ということです。で次に今日の推奨本ですね、朗読ですね。ずっとこの国際投資家ジム・ロジャーさんの本「日本への警告」、この本の朗読、今回は第28回目の朗読ですね。第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だということで、今日読むところは中国のパワーは資本主義の伝統から生まれたということで、4ページですね。ここ読みますね。眼鏡取んないと細かい字が読めないですね。中国のパワーは資本主義の伝統から作られたと。すべての弾丸を打ち尽くしたアメリカに代わって台頭するのはやはり中国だと。好むと好まざるとにかかわらず、中国が21世紀で最も重要な国になることは間違いないと。19世紀はイギリスの世紀であり、20世紀はアメリカの世紀だった。そして次なる超大国は中国というわけだ。イギリスやトルコ、イタリアなどのかつての覇権国とは違い、中国は史上何度も世界の頂点に立ってきた唯一の国であると。これを成し遂げた国は他にないと。私は車で中国を3度も横断したと。そんな人間は中国人も含めて世界で初めてだと中国大使館や観光局から言われたものだと。もちろん真偽のほどはわからないが、私は中国の変化をこの目で見て数十年前からその成長を確信していたと。一般に中国人は共産主義者だと思われているようだが、私の考えは違うと。歴史的に見て中国人こそ最も優秀な資本主義者だったのだと。彼らには長い起業家精神の歴史があると。そして中国にはその多くの時代に、商人階級が存在した。ここがロシアとの大きな違いだと。ロシアは資本主義の伝統をほとんど持たない。そうですよね。いわゆる農業資本主義というか、農奴制からロシア革命になっちゃったんですね。今、共産主義の制約から脱することができていないが、表向きは共産主義を装う中国は実にうまく資本主義を取り入れていると。1975年1月の全国人民代表大会にて、周恩来は農業、工業、国防、科学技術での4つの近代化路線を提起したと。その後4つの近代化路線は1978年に、鄧小平の指導下において統一的な国家目標として定着したわけだが、
私が考えるに、彼らは中国の資本主義の歴史に訴えかけていたのではないだろうかと。中国を世界の産業や技術の最先端に押し上げた起業家精神を再び解き放つためにということですね。鄧小平か、鄧小平。毛沢東による革命により、中国に厳密な共産主義が敷かれているのはせいぜい30年程度だから、今生きている中国人には資本主義の記憶がまだ残っているはずだと。実際資本主義を捨てられなかった中国人が世界中に移り住み、華僑として経済的な成功を収めているではないかと。華僑は中国にとって最強の資源の一つだと。この国は巨大な国外移住者ネットワークを持ち、シンガポールやバンコク、バンクーバー、ジャカルタ、ニューヨークで彼らは成功していると。たとえ中国からタイに来て5代目の人間であっても、彼らは中国人としてのアイデンティティを持ち、中国語を話すと。そして中国はいつでも彼ら華僑を迎え入れてきた。中国に戻る華僑は資本だけでなく知識も持ち帰ると。知識は資本と同様に重要なものだと。中国人は華僑がもたらした知識を素早く吸収し、自分たちの強みに変えてきたと。中国人のとどまるところを知らない知識に対する欲求が国家を発展させてきた原動力であることは間違いないと。私が中国の時代が来ると確信し、初めて投資したのは1988年にバイクで中国を横断した時のことだったと。中国の可能性を自らの肌で感じ、上海証券取引所で中国株を買うことにしたのだと。当時の取引所は傾きかけたビルの中にあり、目の前の道は舗装もされていなかったと。建物に入ると10メートル四方の事務所があり、事務員は一人きり株を買うと言っても、その事務員にお金を払うだけのことだと。これぞ店頭市場。事務員はそろばんを使って計算をしていたと。当時その窓口で取引されていた銘柄はほんの一握りだったため、私は銀行株を購入したと。この時点では投資価値というよりむしろ記念購入の意味が強かったのだが、持ちの大きな投資のチャンスが来ていることをも感じていたと。その証拠に当時の私はテレビカメラに向かってこのように語っていたと。いつの日か私は中国に大きな投資をするだろう。だから物事の仕組みがここではどうなっているのか、今のうちに知っておく必要があると。革命前の中国にはアジア最大の株式市場があったと。私の考えが正しければいずれまたそうなると。1999年に再び上海を訪れた時には、私の確信は強まったと。今にも潰れそうだったあの取引所のビルは建て替えられ、輝くばかりの高層ビルに変わっていたのだと。その時にきちんと証券口座を開き、中国株をさらに買いましたと。中国株はすでに当時よりもかなり上がっている。今から中国株を買うのであれば、中国経済の景気後退まで買い時を待たなくてはならないだろうと。売り時に関しては私が生きている間には訪れないと思うと。中国経済はまだまだ成長を続けるだろうからというところが今日の朗読箇所ですね。まあそうなんですね。中国っていうのは表向き共産主義ですけど、実は資本主義の伝統が脈々と続いて、それが解き放れたと。鄧小平によってという分析は当たってるでしょうね。ということです。今日読んだところのタイトルですね。なんかオートバイで横断したってすごいですね、行動力。これが今日読んだところですね。中国のパワー、資本主義の伝統から生まれたというところですね。現在時間が35分。
08本、09、11秒、43名様、全体で78名様、コメント15件ということですね。そして今日のメインテーマですね。我々は経済は国民経済一つしかないと思い込まされているが、実は国民経済を破壊するもう一つの巨大な経済が隠されてんだと。ナンバー1。それじゃあ国民経済とは何かと。これは国民が朝早くから夜遅くまで働いて物を生産し、サービスを提供し、流通消費させる実物ベースの実体経済のことを言うと。で、日本の実体経済の規模は2017年の名目国内生産 GDP の額で言えば545兆円であるということですね。で、国民経済を破壊する隠されているもう一つの巨大経済とは何かと。それは実体経済から派生した株や社債や国債やFX や商品先物やデリバティブ商品、金融派生商品などの金融商品を売買する金融経済であると。この2つの経済の決定的な違いとは何なのかと。それはその経済が人や社会に役立つ経済であるか否かの違いであると。で、実体経済は生産された商品や提供されたサービスが人や社会に役立つことで初めて成り立つ経済、すなわち価値を生む経済なんだと。で、それに対して金融経済は実物ではなくて記号化して作った金融商品をコンピューターを駆使して世界規模で売買して、差益確保の目的で行う経済と。金融経済は金融経済に関わる一部の人だけに利益または損をもたらし、それ以外の人や社会全体に役立つ経済ではないんだと。つまり金融経済っていうのは価値を生まない博打経済なんだということなんですね。で、その証拠に価値を生む実体経済の総額である国内総生産 GDP には価値を生まない金融経済は含まれてないんですね。だから GDP っていうのは価値を生む実体経済の規模額しか計算されてないということで、だから投資とか消費とか等々ですよね。で、金融経済はその中に計算されないということで、もうはっきりしてるんですね。で、日本の金融経済の規模は私の仮説では775兆円だと。だが経済学者誰も算出しないので正確な規模は不明だということなんですね。本当誰も正確な金融経済の規模っていうのは出してないんですよね。タブーなんでしょうね、おそらくね、経済学者にとっては。で、私の仮説として前提条件として実体経済っていうのは名目 GDP 国内総生産だと。で、金融経済っていうのは貨幣供給量、日銀が供給する貨幣の総量から名目 GDP を引いたものだという前提条件なんですね。そうすると先ほど言いましたように日本の2017年の名目 GDP 国内総生産というのは545兆円だったと。そして、日銀2017年12月時点での通貨供給量は1320兆円だったと。そうすると私の仮説からすればこの通貨供給量1320兆円から名目 GDP545 兆円を差し引いた775兆円が金融経済の規模だろうと。仮説ですよ、これね。したがって日本の2017年の金融経済規模は775兆円だろうという仮説なんですね。ですなわち2017年の日本での価値を生む実体経済の規模は545兆円だったのに対して、価値を生まない金融経済の規模は実体経済の 1.42 倍の775兆円だったということである
でそれが実体経済をどんどん破壊していくというところが問題なんですね。これがナンバー2の課題なんですけど、やはりこのことをやはり僕らは正確に認識しないといけない。なぜならば消費税を5%にするとかね、8%にするとか、10%じゃなくて8%にする。まあ今の野党なんかほとんど10%から8%にすべきだと。で山本太郎氏が5%と言ってるんですね。でも基本は全廃なんですよね。要するになぜかというと、実体経済に対しての10%あるいは8%、5%っていうのは実体経済自体を破壊するわけですよね。そうじゃなくて、同じ課税するんだったら金融経済に10%かけろということなんですね、私の主張は。で、金融経済の規模が775兆円だとすると、消費税と同じ 10% をかけると77.5兆円もの税収が入るということで、もうベーシックインカム、これで賄えるというのが私の施設なんですけど、ただ775兆円というのは正しいかどうかっていうのはいまいち、私の仮説ですんで、サイトによると230兆だと言ってる人もいるんですよね。だからちょっとこの辺はもう少し、緻密な計算が必要だろうということですけど、でも230兆としてもですね、実体経済の半分という莫大な経済規模を誇ってて、これに課税するという発想が必要なんですよね。で最終的にはもう金融経済はなくすと、信用創造特権を剥奪して金融経済をなくして、全て実体経済に基づくいわゆる、まともな経済にするというのが最終目標でしょうね。というのが今日のメインテーマです。だからこの辺の金融経済に課税すべきだと、実体経済には一切課税するんだと、消費税ですね。消費税は全廃するということですね。そして、金融経済に課税するというのが私の主張なんですね。ということで今日のメインテーマのポイントアップしますね。実体経済の規模が230兆だとしても 10% かければ23兆円ですからね。23兆円ってことは、例えば私の言ってるベーシックインカム1人、月20万、年間240万を1000万人に支給するということだと24兆円でなんですね。1000万人に、年額240万円のベーシックインカムを政府が支給するというと224兆円ですから、これで賄えるんですよね。1000万人の人たちに、最低限で衛生的で文化的な最低限の生活保障として240万を支給するということで、1000万の中にはいわゆる、障害を持って、働けない収入のない人たち、あるいは完全失業者、あるいは240万円に満たない非正規労働者1700万とかの人たちの差額ですよね。ですから240万で彼らの平均年収が170万とすると70万、年間70万に1700万ってことは10兆円ぐらいですかね。あるいは専業主婦の人たちも潜在的な完全失業者なんですよね。ですから
あるいは引きこもりの人たちとか等々で、1000万人を対象にして、ベーシックインカムを政府が保障するということだと24兆円でこの金融経済に 10% 課税すれば賄えるということですよね。何でしたっけ。そっか、今日のメインテーマ、国民経済とは何かと。これはもう毎日の日々の労働で実物あるいはサービス、製造したりサービスを提供したり、そしてそれを流通させ、そして消費させるという日々の我々の働きで成り立つ経済ですよね。だから実物をベースにした実体経済なんですね。で、日本の実体経済の規模は2017年の名目 GDP、国内総生産が545兆円ですので、このぐらいの規模だろうということですよね。で、国民経済を、破壊する隠されているもう一つの巨大な経済とは何かということですね。これが金融経済なんですね。で、実体経済から、だから金融経済っていうのは実体経済から派生してるんですよね。株、あるいは社債、国債、FX、商品先物、デリバティブ、金融派生商品などの金融商品を売買する金融経済と。これが金融経済なんです。だから実物じゃなくて記号化されてるんですよね。じゃあこの2つの経済の決定的な違いとは何かと。それはその経済が人や社会に役立っているものかと、価値を生む経済かどうかというところなんですね。で、実体経済っていうのは生産された商品や提供されたサービスが人や社会に役立つということが成り立って初めて成立する経済、すなわち価値を生む経済なんですね。だから商品を買うとか、あるいはサービス提供を受けるということはその人に役に立つから、それの見返りとして、代金を払うというふう、それで成り立つわけですよね。で、それに対して金融経済っていうのは実物ではなくて記号化して作った金融商品ですね。株とか債券とか社債とか国債とか FX とかデリバティブとか商品先物とか、これはコンピューターを駆使して世界規模で売買して差益を確保するという目的のために行われる経済と。だからこの金融経済に携わるディーラー、あるいは市場を作っている商品取引所、あるいは国債の売買する銀行とか証券会社とか、あるいは個人で買う人、あるいは FX とか、あるいはデリバティブとか
等々のいわゆる金融経済に従事する人のみの閉鎖的なマーケットなんですね。一般国民は金融経済に携わってない人がほとんどですから、一般の人、金融経済に携わってない人にとっては関係ないマーケットなんですね。だから金融経済っていうのは金融経済に関わる一部の人々だけに利益または損失をもたらし、それ以外の人や社会全体には役に立たないということなんですよ。この違いなんですね。つまり金融経済っていうのは価値を生まない博打と同じなんですね。博打経済なんですね。金融商品というのは投機商品なんですね。でその証拠に価値を生む実体経済の総額である国内総生産 GDP には価値を生まない金融経済は含まれてないと。545兆円の中には金融経済は入ってないんですね。価値を生まないから。で日本の金融経済の規模っていうのは、私の仮説では775兆円と出てますけど、専門の経済学者金融学者が誰も出してないですよね。金融経済の規模って何なんだろうね。タブーなんでしょうね。あれと同じですよ。政治学者とか歴史学者が昭和天皇裕仁の戦争犯罪を批判できないと、責任を追及できないというのと同じでしょ。あるいは憲法学者が日本国憲法の持つ二重性っていうねことを指摘しないと。で特に、衆議院の解散権は首相の専権事項であるという憲法違反の大嘘に対して誰も正面切って批判できないというのと、最大経済学者にとっては最大のタブーなんでしょうね。信用創造特権と、それからこの金融経済の規模、誰も言わないということなんですね。で私が仮説として、前提条件としては金融経済の規模っていうのは日銀が供給する貨幣供給量から実体経済を引いた名目 GDP を引いた残りだという前提条件を出すんですね。そうすると2017年段階で日本の GDP は先ほど言いましたように545兆円だったと。そして同じ年の12月の日銀の貨幣供給量は1320兆円だったと。その差額が金融経済の規模じゃないかというのが私の仮説なんですよね。そうするとの775兆円と
いうのが日本の金融経済の規模じゃないかと。実体経済の 1.42 倍ではないかというのが私の説なんですね。どっちにしても金融経済が実体経済を破壊するということなんですね。どんどん膨れ上がるということなんですね。なぜかというと金利というのがあるから、金融経済で、蓄積されたマネーがほっといてもお金を生むということなんですね。それと日銀の貨幣信用創造特権としての貨幣と、それから歴代自民党政権が国民から収奪する税金、それを実体経済に使わないで、金融経済の方にどんどん使うと。だから典型がアベノミクス、税金が財政出動という名目の下で350兆、この7年間、そして日銀の黒田がデフレ脱却 2% 物価上昇という名目で350兆円の一万円札をすりに吸って合計700兆円のほとんどを金融経済の方に使ったと。だから株価が上がるんですね。そして国債の価格を維持するということで、当然ながら実体経済がほとんど成長しなくなっちゃったと。2019年の GDP、日本の GDP 成長率が 0.9% しかないと。700兆円のもう国民資産を使って 0.9% の経済成長しかないというのは、一体700兆円がどこ行ったのかと普通考えますよね。誰も言わないんですね、これね。だから金融経済の方に使われたということなんですよ。というのが今日のメインテーマです。非常に重要だと思うんですね。この実体経済と金融経済、この2つで、金融経済がどんどん肥大化して、実体経済が生み出す利益を吸い取っちゃうという構図になっちゃったんですね。次に、今日のトピックスですね。今日のトピックス1番、これは恐ろしいですね。インド・パキスタン核戦争なら死者1億人にと。すすが地球寒冷化を誘発すると、そういう研究論文が発表されたんですね。 AFP 日本語版。恐ろしいですよ。カシミールのイスラム教徒がほとんど住民の地区をインドが自治権を取り上げてですね、直接支配に乗り出したということから、インド・パキスタンの核戦争まで行くんじゃないかという恐ろしい話が出てるんですね、これはね。で、この記事の最初ですね、インドとパキスタンが領有権を争うカシミール地方のインド支配地域に貼られた、これは写真か。で、2025年、インド議会が武装勢力に襲撃され、大半の議員が殺害されたと。政府は報復としてインドとパキスタンが
領有権を争うカシミール地方からのパキスタン側に戦車部隊を送り込んだと。パキスタン政府は制圧を逃れ、インド部隊を核攻撃で攻撃したと。核兵器で攻撃したと。これが引き金となり、戦闘は激化し、史上最悪の軍事衝突に発展と。膨大な量の濃い黒煙が上空に放たれたと。これは2日に米科学雑誌米科学誌かサイエンス・アドバンシーズに掲載された研究によるシナリオと。研究では1億人以上が直ちに死亡し、最終氷河期以来の最低気温を記録し、地球は新たな寒冷期に入り、世界中で多くの人が飢え死にすると予言していると。今回の研究はインドとパキスタンで、新たに緊張が高まる中発表されたと。イスラム教徒が多数を占めるカシミール地方の領有権をめぐり、これまでに問題が衝突している両国は核兵器を急速に、増強していると。インドとパキスタンは現在それぞれ、約150個の核兵器を所有しており、この数は2025年までに200個を超えると予想されると。で、論文の共同執筆者で米ラトガース大学のアラン・ロボック教授、環境科学は残念だが実践にかなった研究になってしまったと。インドとパキスタンは今なおカシミールをめぐる紛争中で国境沿いで死者が出ているという記事を毎日のように目にすると AFP に述べたと。インドのナレンドラ・モディ首相は8月、カシミールのインド側シャム・カシミール州の自治権を剥奪したと。これを受けてパキスタンのイムラン・カーン首相は9月末、カシミール地方をめぐるインドとの争いが全面核戦争に、発展する恐れがあると警告したと。で、研究チームはインドとパキスタンの現在の人口と都市部が攻撃対象になるとの想定に基づき100キロトンの核兵器が使用された場合、最大で1億2500万人の死者が出る可能性があると推定した。100キロトンの威力は広島に投下された原爆の6倍以上に相当すると。また第二次世界大戦の死者は約7500万から8000万とされていると。だがこれは始まりに過ぎないと。核兵器の爆発によって発生した火炎旋風により1600万から1600万から3600万トンのすす、黒色炭素が上層大気に放出されることが研究で明らかになっていると。このすすは数週間以内に世界中に拡散するというと。すすは太陽放射を吸収し、大気を加熱しか梅塩の上昇を促進する。これにより地球に到達する太陽光が20から 35% 減少し、地表の温度が2から5度低下し、降水量が10から30減少すると 30%。この結果、世界規模の食料不足が起こり、その影響は最大10年間継続すると考えられた。ラトガーズ大のロポック教授は
今回の研究により核兵器は大量破壊兵器であり使うべきではないということを人々が認識することを期待すると語ったと。これ恐ろしい野郎ですね。これの記事 URL ぜひお読みください。キララカットさん、コンティニコイン2枚ですね。から次、そっか、香港警官発砲18歳重体デモ参加中至近距離左胸にという東京新聞で先ほどの写真が載ってた記事ですね。マイナス5。これです。から弾劾調査に揺れるトランプ氏、フィンランド大統領の前で、激高という、これですね。 AFP 会談相手そっちのけで記者宛てに民主党に激高したスピーチを20分以上もやったと。異常ですよね。だからサンダーズ氏が動脈閉塞で治療ということで、これで脱落でしょうね。彼はね、もう78歳ですから、ちょっと1年近く続く激烈な大統領予備選挙戦えないでしょうね。ウォーレンさんがおそらくバイデンとの決勝戦に残ってウォーレンさんが勝つんじゃないかという感じですね。で、そっか。それで9月23日付の AFP で、ウォーレン氏支持率バイデン氏を初めて抜いたと、トップへということなんですね。これ URL ちょっと書くの忘れてましたね。AFP です。最新の世論調査でウォーレン女子がトップに立ったと、バイデンを抜いたということですね。それからそっか。何があろうと10月31日に行うと EU 離脱、ジョンソン首相が明言したということで、彼も土地狂ってんね。もう最近は土地狂ってんのが至る所に登場してるよね。日本の安倍も土地狂ってるし、イギリス10月31日に EU を合意なき離脱した場合想定されるのは国境ユーロトンネル、フランス側はカレーですよね。での通関のためにトラックがもうとんでもないほどの渋滞になるということで、食料医療品等々の物流が止まっちゃうんですよね。これは大変なことですよ。今まで経験したことないんじゃないですか。だからアイルランドと北アイルランドの間で、関税、検査が再開されるということの注目ばっかり言ってますけど、物流の量としては
カレー通貨の物流の方がよっぽど多いでしょうね。多いでしょうね。イギリス人はその辺の大混乱、物流が止まっちゃうという恐ろしさを経験したことがないから、まだ楽観してんじゃないですか。一度経験しても後戻りできないですからね。大変な大混乱になりますよ、これは。そして今日の重要情報、これはリテラですね。北海道ミサイル北朝鮮ミサイル発射で、混乱したのは韓国ではなく日本だったと。菅官房長官は2発と誤情報を発表と。SLBM も把握できずということで、そりゃそうですよ。韓国からの情報が一切入らないから、日本だけで独自にイージス艦等々の情報を分析しても精度が悪いということで、2発潜水艦から発射されたということすらも分からなかったんですね。そしてこの SLBM という、いわゆる潜水艦から発射された中距離弾道弾が2発発射されたというふうに日本側は発表したんですけど、実際は1発でそれが2つに分かれて落下したというのが韓国情報なんですね。韓国情報の方が正確なんですよ。だからネトウヨなんかが逆のこと言ってるんですよね。日本の情報が入らない韓国は混乱してるっていうの逆なんですよね、これね。そりゃそうですよ。一番の情報を持ってる韓国から情報が全然入んないんだから。ということで、今日の放送終わりですね。時間が1時間と12分51秒。閲覧される方が37名様、全体で112名様、コメントが40件というところですね。ということで、今日木曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。現在日本時間の夜の11時2分ですね。やはりスタートがちょっと遅れましたので、その分、遅くなりましたということで、明日金曜日できるだけ9時から9時半の間に始めたいということで、よろしければまた合流してくださいということです。これで、今日の放送これで終わります。お疲れ様でした。終わります。